皆様ごきげんよう、宮永さんです。我が研究所では、オジン航空機と題しまして、日本以外の航空機を特集していきましたが、ご安心ください。日本にもたくさんのオジン航空機が存在しております。はい、今回はチン航空機ではないかもしれませんが。ということで、本日紹介いたしますのは、高速重短座戦闘機の T64 です。現在、おまんじゅうたちが制作に当たっております。我が研究所では昨今のポリコレ含めたリベラルな価値観に配慮いたしまして、英国海軍だけでなくて、帝国陸軍も積極的に扱ってまいりますので、よろしくお願いいたします。T64 は、昭和16年、1941年1月に試作番号が与えられ、開発が開始されました。現在その辺で拾ってきたおまんじゅうたちが機体を製作中ですが、ご覧ください。このロマンあふれる二重反転プロペラを、そしてこのシルエット、これこそまさしく日本航空産業の結晶なのです。飛燕と同じじゃねだって？まあ、後でわかります。では次に発動機を用意しましょう。さあこちらへ。T64 に搭載されていたのはドイツ製の発動機 DB601A を国産化したハ40です。もともとはドイツの主力戦闘機の BF109 に採用されている傑作エンジンとして知られております。それではこの DB601 改めハ40を早速動かしてまいりましょう。我が国では水冷式液冷エンジンの開発ノウハウが少ないため、少々稼働率が不安ではありますが、ちゃんと動きましたね。このエンジンは熱田だよ。いや、40です。当たりです。しかし T64 の本領はこれだけではありません。おまんじゅうたち、40もう1台持ってこーい。実は T64 にはスマートな機体の中に2つのエンジンが搭載されているという双発機になっているんです。発動機の馬力最大出力じゃ。これこそ40を2つも合わせた201エンジンです。アメコーなんてへでもねえぜ。おまんじゅうたちT64 の設計が開始されたのは戦前になりますので、この時代にここまでの高出力エンジンの実現が試みられたというのはなかなかでしょう。エンジンの選定が終わり、機体への搭載も完了いたしましたので、ここで機体内部を見ていきましょう。こうなっています。機体の前方には1つ目の第1エンジンが搭載されて、延長軸保護塔を使って座席後部には第2エンジンが搭載されています。このエンジンが二重反転プロペラを動かしていきます。液冷式のエンジンを搭載した戦闘機は空冷式の戦闘機に比べると非常にスマートな形状で、航空力学的にも最高速度を発揮しやすいという長所があります。それでは実際に T64 を飛ばしていきましょう。検証には人道上に配慮いたしましておまんじゅうで行っていきます。おまんじゅうたちには人権はありませんのでご安心ください。めさこ頑張ってね。プーじゃねえよ。おまんじゅうたち詰め込むだけ詰め込みました。エンジン発動。離陸を開始せよ。なかなか離陸しないですね。メサコ早く離陸するんだ。修正。おまんじゅうたちメサコ目指しメサガブ目指したー。後で救助していきます。なんで飛行場の真ん中に修水なんて置いてるんですか？すいません。プロペラのピッチ数が固定のものだったようですね。これだと離陸できませんので、新型のプロペラに換装していきます。気を取り直しまして、もう一回飛んでいきましょう。よし、いけそうですね。ローフレー。なんか煙出てね。T64 をご覧くださいませ。ものすごい水蒸気を走っています。T64 は冷却機の都合で大量の蒸気を吐き出しながら離陸して飛んでいくため、機関車というあだ名が付けられました。ちなみに機体が十分に冷やされれば蒸気は出なくなりますのでご安心くださいませ。しかし T64 の最高速度は時速700キロを超えるという素晴らしい性能でした。プロペラ機としては究極と言ってもいい速度なのです。
野生の B 鋼が飛び出してきたか、ちょうどいい腕試しだ。キー64の武装といたしましては、武装は、実は武装はよく分かっていないんですけども、計画では 20mm 3砲は主翼に2門、もしかしたら胴体部分にも2門取り付けられていたのかもしれません。ただし胴体部分に取り付けた場合は、二重反転プロペラのために弾がね、機銃とのプロペラの回転を同期しなければいけませんので、あんまり弾を発射するタイミングはないんじゃないかなと思いますね。二重反転プロペラって扱いが難しいんですよね。よし、おまんじゅうが敵機の下に。あれは胴体部分に車銃を取り付けていますね。あれは対爆撃機に対しては有効な装備だったはずです。なるほど、あれはなかなかいいかもしれませんね。よし、おまんじゅうたちが B29 に猛攻を加えています。野生の B 鋼撃墜せり。はい、ということで一旦現場からは以上です。バーチアル帝国陸軍である。本日はキー64について解説していきたいと思う。これは陸軍さん、ぜひお聞かせ願いたいですな。キー64は先ほどの検証動画の通り、ドイツ国より導入した DB601 発動機を我が陸軍により国産化したハ40発動機を2機搭載している。まさに重戦闘機というのにふさわしい仕様となっている。ちょっと待ってほしい。あのエンジンは確か我が海軍の熱谷21型だったと記憶しているのだが。ああ、海軍の連中が頭を下げてくればライセンス料を二重に支払う必要もなかったのに残念だ。当時の金額で50万円、令和の価格に直せば15億円ほどになる。確か熱田のライセンスは海軍の方が先だったと思うのだが。話を続けていこう。このくし形総発という形態だが、この設計は川崎航空機による我が帝国の独自のアイディアと言いたいところではあるが、実際はドイツハインケル HE119 爆撃機が採用された発動機 DB606 を参考にしている。この DB606 は縦ではなく並列にエンジンを並べているのですが、しかし DB601 エンジンは非常に高性能なエンジンであったはず。単座戦闘機ならそれで十分のようにも思うのだが。それは DB601 が採用された時代が影響している。 DB601 が搭載された戦闘機の開発計画は昭和15年1940年からであったが、これら機体はどう短く見積もっても1942年まで開発期間がかかってしまうことは明らかであった。そこでまずは DB601 を1機搭載したキー60を開発し、さらにエンジンを2機搭載した野心的な設計のキー64というように DB601 エンジン搭載機の開発を分けて進めていくことにした。すでに最新のエンジンとは言えなくなっていた DB601 ゆえの開発方針と言えるだろうな。なるほど。つまり技術的な障壁の低い戦闘機を作りながら、より製作難易度が高いキー64の開発を最終的な目標ということにしていたのですが。そういうことだ。数々の名機を生んだ発動機とはいえ、その陳腐化は免れられぬ。実際に計画は一部修正され、キー60の開発はキー61飛燕へと受け継がれると、キー64もさらなる性能向上が求められ、さまざまな新機軸を導入していくことになる。これはキー61とキー64との比較ですが、色が違うので判別は一応できるが、二重反転プロペラという点を除けば、両機はほとんど同じような機体のように見えてきますが。確かにキー61とキー64は非常によく似ているが、機体の下部に大きな違いがある。それではカメラを下に回してみよう。飛燕の方には液冷機らしく大型のラジエーターが搭載されているが、これはかなりの空気抵抗があるだろうな。まあ液冷機の宿命というべき仕様だが、キー64の方はラジエーターのようなものは見当たらないが、右の主翼にある小さな通気口のようなものがラジエーターの役割を果たしたのだろうか。それは補助ラジエーターで、主に地上運転中に使用し、飛行時ならば基本的に使用しないものになっている。するとキー64は何か画期的なアイディアでもあったのだろうか。大型のラジエーターなしでは液冷機は成り立たんはずだ。翼だ。キー64の冷却機構、
それは翼そのものなのだ。ここで一部の視翼を分解して画面に表示してみるか。なんだと、これは翼そのものが水蒸気の通り道になっているのか。さよう。キー61とキー64の最大の設計思想の違いは冷却だ。これは蒸気式表面冷却装置と称するものだ。この図はやや想像を含んでいるので、その点は注意してもらいたいが、理屈としては視翼の外板に設置したパネルに冷却された蒸気を送り込み、その外板の表面から熱を奪って冷却するというものだ。この装置の中を見ても、広範囲に水蒸気が流れていることがわかる。そして、水蒸気は複水として流れていく。同様な仕組みで、水蒸気は次の冷却器へと移っていく。さらに冷却器の表面でもある主翼外板兼表面冷却板を横から見ると、この部位にも水蒸気と水蒸気によって凝縮した水が確認できる。これは驚きましたな。ちなみに設置場所としては翼の一部なのだろうか。翼の全てというわけではないが、それなりに広範囲に設置されている。当初は外翼の上下面のみを使用する予定であったが、設計中に冷却不足が発覚したため、フラップ上下面にも同様な冷却パネルを追加しているな。以上がキー64の冷却についてだ。機関車とはよく言ったものだな。液冷機最大の欠点であるラジエーターの問題も解決できるし、これは極めて有効な設計と言えますが、戦前期にこのような技術が陸軍にあったとは驚きましたな。なんだね、その言い方は。しかしながら、この冷却方式も参考にしたのは、やはりハインケル社になる。ハインケル HE100D 戦闘機、HE119 爆撃機の両機も、蒸気式表面冷却装置を採用しており、これはキー64との共通点となっている。ただしキー64が極めて野心的であったのは、くし型総発エンジン、そして蒸気式表面冷却装置という2つの最先端技術を同時に投じて、日本の航空技術の限界に挑戦しているという点になるな。B 港も撃墜できましたし、基地に帰還いたしましょう。あ、2番機の様子が。明細よー、基地はもうすぐだ。頑張れー。キー64の欠点は重さです。飛燕の自重が2238キロに対して、キー64は4050キロもあります。またコックピットそのものが2つのエンジンに挟まれている仕様のため、墜落したら大変なことになってしまいます。なんとか着陸に成功してくれ。少しトラブルもありましたが、なんとか着陸に成功いたしましたね。ねえ、お前たちね、機体の半分なくね。おまんじゅうたちこれは大惨事になってしまったな。果たして救助できるかどうか。ああ、バーチャル空間での検証なので致命傷で済んだと思うのだが、視聴者諸君もキー64に登場する際にはくれぐれも気をつけてもらいたい。しかしエンジントラブルの原因の究明が必要だろうな。先ほどの戦闘により主翼に被弾した結果、冷却機能を喪失し、結果的に発動機の停止につながった可能性が高いように思える。現時点での原因の特定はわからないが、翼に被弾しても理論上は大きな問題とはならないはずだ。それはつまり、冷却機能は維持できるということですかな。先ほどの断面図で示した通り、キー64の冷却システムでは翼内部に通るのは水蒸気であり、冷却液そのものは翼ではなくほとんどは機内にある。キー61飛燕などといった通常の液冷機ではラジエーターに被弾したら致命傷となるが、キー64はむしろ被弾リスクの分散効果も期待できるとも言える。なるほど。そうなると発動機の不良、あるいは刺客の強度不足といったところだろうか。残酷な話ではあるが、あらゆる点に問題があったと言っても過言ではないかもしれない。第一に問題となったのは二重反転プロペラだ。二重反転プロペラなら固定ピッチで統一してしまえばシンプルなシステムにできないだろうか。陸軍としては海軍の提案に反対である。検証動画の冒頭で機体が離陸できずにおまんじゅうが爆発に巻き込まれていたが、あれは固定ピッチプロペラで運用したことが原因だ。実際に陸軍の検証でも固定ピッチでの離陸は不可能と判断されてしまっている。それでは可変ピッチでの運用か。これは技術的にかなり難儀なものではあるが、キー64のプロペラはより厳密に言えば
可変ピッチと固定ピッチのものを備えているが、これは前方のプロペラは技術的な理由から可変ピッチ機構を組み込むことができなかったためだ。特に試作1号機の飛行試験では前後のプロペラの回転数が同調せず、性能上に問題を生じてしまったと言われている。これらプロペラは将来的に住友金属製の可変ピッチ式のものに更新する計画だった。先ほど資料を確認したのだが、それでも試験飛行の結果はそれなりにうまくいっているように思えますな。ああ、テスト飛行自体は成功していた部分もある。しかし5回目の試験ではエンジンが発火し、機体の胴体部分からの火災が発生してしまい、緊急着陸することになってしまった。それは甚大な事故だな。搭乗員は無事だったのですかな。幸いにもな。凄まじく腕の立つ搭乗員ではあるが、残念ながらこの試験飛行の後、キー64が再び空を飛ぶことはなかった。やはりエンジンの信頼性か。そういうことだ。結局のところ発動機の信頼性はいかんともしがたいものがあった。発動機のハー40をもって正式化された我が陸軍の飛燕もエンジンの信頼性に泣いた戦闘機だった。故にハー40をくし形形態としたキー64なら、なおさら問題は大きかったことは想像に難くない。ハー40と2機のエンジンを設置すれば、発動機関連の装備だけで重量は 1.5 トン近くか。これは単座戦闘機としては大きな負荷になるが、そもそも国産液冷エンジンの信頼性そのものが問題ともなれば、工業力の未成熟さに起因することに結論としてたどり着いてしまうのは致し方ないのだろうか。それは誠に悔しい指摘ではあるな。しかし液冷エンジンだから高度な技術で、空冷だから低い技術力で生産できたという話ではない。空冷も液冷も発動機というのはありとあらゆる部品が繊細であり、その一つ一つの部品が高度な工業製品になる。実際に我が国の技術者たちのたゆまぬ努力によって空冷ではいくつかの傑作発動機を残している。あえて言えば我々に足りなかったのは失敗だった。そしてそれを猶予する時間そのものとも言えるだろう。美しい機体ですな。エアレースでも活躍しそうな、そんなデザインに見えてくる。それはあえて何も言わないでおこう。これ以上はもはや語るまい。当時の航空技術の限界に挑戦した機体のキー64は、洗練された設計と多数の新機軸を盛り込むことで、陸軍の実験機剣山を理論的には性能で上回るほどの仕様になっていきました。しかしキー64の開発のピークは非常に短い期間に過ぎませんでした。キー64の開発が開始されて間もなくとして、新型の発動機誉れが1941年夏頃に耐久審査を終えると、キー64にとっては早くも暗雲が差し掛かることになります。誉れは1機のエンジンのみで1800馬力を発揮可能となり、同年末頃に開発が開始されたキー84、早手では推定値であるものの、時速680キロが達成可能と予想されたのです。このため、キー64の性能は早くも色あせたものになってしまったのです。さらに開戦により、技術的な挑戦よりも既存の航空機の生産が優先されるようになると、エンジンを2つ使う上に、生産効率も燃料効率も芳しくないキー64の開発はさらに低調なものにならざるを得ませんでした。このため、1942年を過ぎると、キー64の計画はさらに縮小され、非武装の第1号機のみを実験機として製作することになります。試作1号機は1943年12月に完成したものの、その1号機も全力飛行ができないまま5回目の飛行で火災を起こして損傷してしまうと、エンジンの修理や交換が求められることになりましたが、戦況の悪化からキー64には十分な機材が提供されず、そのままの状態で終戦を迎えることになってしまったのです。長男だから長女だからなんとか耐えられました。おまんじゅうたちはもうこれ救助できるかな。おまんじゅうかしこみおまんじゅうかしこみメサコメサミバスコダメさおまんじゅうたちかろうじて生存しております。よかった。ということで、よろしければ動画の高評価や番組の登録も何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。なんか飛んでます。後で研究しておきます。